2007年にですね、今のラックバックグループの飲食企業ですね、仲間と一緒に立ち上げたわけなんですけども、そこから、もう16年になりますね。これまでにですね、出店をしてきた、延べの店舗数を入れてますね。数えると、今20店舗ほどね、出店をしてきまして、とは言っても、これまでやっぱり正直潰してきた店も多く、で、コロナでもかなり多く占めることになってしまってですね、今残っているのは7店舗があるんですけど、で、今そこからどうやって回復していくかということを戦略をね、やっていく。その中で我々が主としてやっていたのが、ダイニングレストランで、都市型のいい日常感がある、晴れ使いのお店ですね。海外のリゾートホテルに来たかのような体験ができるお店っていうのを主に展開をしているわけなんですけども、なので非常におしゃれな大きい箱の展開をずっとやってきておりますね。で、そんな中で16年やってきて、僕のその感覚っていうんですね、この飲食業界に対する感覚っていうのはずっといい意味でも悪い意味でもなんですけど、やっぱ外野からなんですよね。で、すごく未だにですね、もう16年もやってるのに違和感しかないんですよね。やっぱり、この業界の、言葉選ばずに言うと異常さ、この異常さを、やっぱりなんとか解決していかないと、やっぱり長期的にこの産業が発展できないな、というのをすごい強く感じているわけですね。で、特に、やっぱり思うのは、飲食業界に入ってくる人たちって、面接受けに来る人たちってすごくね、他の産業と比べると、ピュアに飲食業が好きで入ってくる人が多いなっていう印象ですね。で、これ、やっぱり他の産業だとですね、そこまでですね、どうしてもこの仕事がしたい、この産業に入りたいっていう思いで入ってくる人ってあまりいないと思うんですよね。ただ本当にこの仕事が好きなんだっていう人がいっぱい入ってくるんですよね、若い人が。で、ただですね、その中で感じたのは、これグラフを見てもらえばわかるんですけど、飲食業界とですね、いろんな他の産業との年収をですね、年代別ですね、年齢別の年収を比較したグラフではあるんですけど、そうすると皆さん若くして入ってきて、この青いところですね、30歳ぐらいの時にある程度ピークに来ちゃうわけですね。ただその金額がなんとですね、300万未満というこの実態。でそのままもうずーっといく。そうすると他の産業の平均が500万ぐらいいっているところを考えるとですね、圧倒的に低すぎる。こんな収入で家族が本当に失えるのと思いますよね。で、さらに見ていただきたいのが、このグラフの中にある産業年齢別の労働者割合ですね。労働者割合というと、普通の産業だと40代ぐらいが一番多いということになるんですけど、飲食業界はですね、圧倒的に20代前半なんですよね。これはパートアルバイトの人が多いからっていうのも当然あると思うんですけど、もう一つやっぱり感じるのは、去っていく人が多いなと思うんですね。ピュアな思いで入ってくるんですが、夢破れて転職するんだと思うんですよ。同じ産業の中で人が回っていき、どんどんレベルアップしていってくれればいいんですけど、業界を去っていく人が多いな。特にコロナの時期は、それは余計出ましたけど、コロナの前でもですね、そういったことっていうのが起きてましたね。こうやって、私も書いてますけど、若者が夢を持てずに、どんどん去っていく産業が成長できるはずないなというのはすごく強く感じてますね。で、事実上書いてる通り、若者を使い捨てすることで成り立っている産業なんだなっていうのは感じてます。そうやって若者が夢を持てずに、一つの産業で成長できずに去っていく産業、こういったところを根本的にやっぱり変えていかないっていうのは、業界の未来はやっぱりないなっていうのはすごく感じてますね。そこでなんでそういうふうになるのかと紐解いていくと、圧倒的に言えるのは生産性の低さだと思いますね。これは実際に経営したことがある人であったりすればすごくわかると思うんですけど、やはり飲食業で単純に料理を作ってそれをサービスして提供して食べていただいてっていうだけではなくて、取引先との例えば発注でそれの請求ねで働く人の入会者、そういった面で考えるとすごく取引先も多いですね。で、細々としてもいっぱい買わなきゃいけないし、それは請求書に入ってるとか、あとパートアルバイトの新入会社が非常に多いとか、しかもそのシフトで管理していかないといけないとかですね。とにかくその作業がですね、裏側の作業が煩雑ですよね。そういったあたりも全部こなさないと事業として回らないっていう現実があって、ただ飲食業っていう一言に言っても世界中にありますので、見てもらってわかるように、世界と比べるとやっぱ圧倒的にこの日本の飲食業の
生産性が低いっていう現状。これは本当に、なんとかしないといけないなっていうのはすごく強く感じましたね。で、さらに、国内で見てみるとですね、やっぱり業種別、企業規模別の労働生産性っていうことをこうやって見ていくとですね、やはり飲食業っていうのは圧倒的に、生産性が低いっていうのがもう明らかに出たで、生産性イコール、給与みたいな当然ありますので、生産性の高いところっていうのは当然給与の額っていうのは上げやすいので、そういった意味ではこの飲食業の生産性の低さっていうのは、この給与の低さとやはり直結しているなというのは思っています。で、それともう一つちょっと気にしてみたいのが、やはり中小企業というのとですね、中規模企業で書いてあるんですね。これは産業として考えたときに、飲食業界はほとんどが中小零細で占められているというような産業になりますので、実際のところ、業界の中のシェア1位の企業でですね、もう 2% 前後、いうぐらいしかないわけです。中小企業で占められているというのはこの業界ですね。なので、中小企業の飲食業がどうやって生産性をもっと上げていって、真っ当な経営ができるようになって、で、従業員の給与を上げていけるようになって、で、従業員の人が長く働ける環境を提供できて、そうしていけばですね、この業界っていうのは、やっぱりどんどん成長していくんじゃないか、というのはやはり感じですね。で、もう一つ、やはりその生産性の低さというポイントで、自分ですごく感じたことではあるんですけども、DX の遅れ、一言で言うとそこですね。はい。他の産業ではですね、やはり大手企業を中心に、そういったそのシステム投資、その DX 投資、より効率化を追求していく部分っていうのを積極的にやっぱりやりやすい環境と資金があるわけですね。ただ、中小零細が中心であり、その飲食企業にとって、なかなかそこが難しいというのは、もう環境的にもうしょうがないものというふうに思ってますが、ただその中でも、やっぱり最近のテクノロジーをちゃんと使って、中小零細個人の人でも使いやすいような DX の仕組み作りっていうのは、この飲食業界にとっては必ず必要な部分、必要になってくる部分であるというのを感じたわけですね。で、実はそこがですね、今回私が飲食業界向けのシステム開発を始めた。そのきっかけになっています。私自身もですね、そういったそのシステムの遅れっていう部分に関してはずっと感じてて、他の業界で当たり前でできてることが、なんで飲食業界でできないのかっていう不思議さはずっと感じてたので、いろんなシステムベンダーさんと散々会話をしてきましたし、こんな仕組み作れないのか、いろんなことを言ってきましたが、どうしてもそこは誰も作ってくれないっていうこともありましてですね。で、もう自分で作るしかないということで始めたのが、この事業になります。で、もう一つやっぱり感じたのが、業界の中のいろんな人とも会話してても、そういった情報ですよね。経営の情報でもそうですし、どういったシステム投資をやっていくべきなのか、システム戦略をやっていくのかとか、そういったあたりの正しい情報といいますか、深い情報といいますか、そのあたりがあまり伝わってないなっていうのはすごい感じましたね。いろいろ業界の中のシステム周り、幅広く見ていくと、やっぱ素晴らしいシステムも実際ありますし、そこをどう組み合わせて使っていけばですね、もっと店舗の効率化ができるのか、いう感じることはあるんですが、なんかたくさん情報は表向き出てるものの、正しく理解されるように伝わってないなっていうのは、ずっと感じますね。なので、そういったあたりをですね、文字で発信していくというよりも、皆さん忙しいので、本当に移動中とか、ちょっとした隙間に娯楽のように見れるような動画でですね、そういった情報をお届けできればですね、業界の発展のためになるんじゃないかという思いがあってですね、今回の動画を立ち上げたというのが私の思いですね。はい。で、今後、発信していきたいなという思いっていうのは、今どういう問題が実際に業界内外にあって、それを実際どうやって解決していったらいいのか、解決の糸口はないのかとか、そういったあたりをですね、私一人でっていうのも、私も一飲食の経営者として、さらに、その飲食業界のシステム開発の経営者としてですね、一緒に学んでいきたいなということで、いろんな専門家を呼んでいきながらですね、その専門家からの情報を取って、飲食業界の飲食店を成功させる一つのきっかけとかヒントなんかを皆さんでと一緒にですね、学び掴んでいきたいというふうに思っています。で、一人一人の専門家の人とも私も交流があるので会話していると、たくさんのヒントがあるんですが、ただ話を聞いてて、それが皆さんの飲食店経営者の人ですとか、飲食業従事者の方々に全然届いてないなという思いが正直ありまして、なので、そういったあたりをですね、深掘ってですね、様々な専門家の方々のお話を今後の飲食業界発展のヒントをですね、掴んでいきたいなというふうに思っております。